楽しく効率的に勉強しましょう。リナ、今日は暑いね。そうだね。とても暑いよ。喉が渇いたな。少し休憩しようか。いいアイデアだね。この近くにいいカフェがあるよ。カフェ？どんなカフェ？和風カフェだよ。日本のスタイルのお店だね。へえ、面白そう。抹茶のドリンクやお菓子があるよ。抹茶、私抹茶大好き。本当？じゃあそこに行こう。行きたい。ここだよ。桜茶屋っていうカフェ。はあ、入り口がかわいいね。そうだね。入ろうか。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。2人です。2名様ですね。こちらへどうぞ。ありがとうございます。メニューでございます。お決まりになりましたらお呼びください。はい。お店の中静かだね。うん。落ち着くね。あの絵綺麗だね。日本の絵？うん。あれは浮世絵だよ。浮世絵？かっこいいね。音楽も日本の音楽だね。そうだね。琴の音だね。さて、何を飲もうかな。メニューがたくさんあるね。リナは抹茶が好きだよね。あ、見て、このパフェす抹茶スペシャルパフェだね。大きいね。ごい。アイスクリームとケーキが入っているよ。白玉も入っているね。白玉？それは何？白い丸いお餅だよ。もちもちしているよ。へえ、美味しそう。これ食べたいいいじゃん、食べようよ。な。でも少し高いかな。900円だ。まあパフェだからね。よし、今日はこれにする。僕はどうしようかな。春もパフェにする？僕は甘いものはあまりたくさん食べないから。じゃあ飲み物は？抹茶ラテにしようかな。ホット？アイス？今日は暑いからアイス抹茶ラテだね。あ、ここにお団子もあるよ。お団子か。いいね。1本ずつ食べる？食べたい。じゃあみたらし団子を注文しよう。みたらし？甘い醤油のソースがかかっているよ。はあ、楽しすみません。はい、お伺いします。注文をお願いします。はい、どうぞ。この抹茶スペシャルパフェを一つください。抹茶スペシャルパフェがお一つですね。それからアイス抹茶ラテを一つ。アイス抹茶ラテがお一つ。あとみたらし団子を一皿ください。みたらし団子は2本入りですがよろしいですか？はい、大丈夫です。以上でよろしいですか？はい。少々お待ちください。楽しみだな。リナは日本のお菓子が好き？好きだよ。あんこも好き。へえ、あんこが食べられるんだ。最初は少し苦手だったけど今は好き。そうなんだ。たい焼きは食べたことある？たい焼き？魚の？形は魚だけど中身はあんこだよ。ああ、アニメで見たことある。食べてみたいな。今度一緒に買いに行こうよ。本当？行きたい。学校の近くにお店があるよ。
クリームが入ったたい焼きもある？あるよ。カスタードクリームだね。私はクリームの方がいいかも。あんこも美味しいよ。お待たせしました。アイス抹茶ラテです。ありがとうございます。こちら抹茶スペシャルパフェです。はあ、大きい。写真と同じだ。みたらし団子です。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。すごいね。おいしそう。写真撮る？撮る。よし、いただきます。いただきます。おいしい。よかったね。抹茶のアイス、味が濃いよ。苦くない。甘い？甘くて美味しい。春のラテはどう？美味しいよ。ミルクと抹茶がよく合うね。この白いのが白玉？そうだよ。食べてみて。もちもちだ。美味しいでしょ？面白い食感だね。好きだよ。お団子も食べよう。温かいね。このソース、甘くてしょっぱいね。それがみたらしの味だよ。おいしい。お茶に合うね。日本のお茶にはこういうお菓子が合うんだよ。幸せだな。春、今何時？4時半だよ。あ、もうそんな時間？今日はこの後用事があるの？ないよ。春は？僕もないよ。じゃあ本屋に行きたいな。本屋？何を買うの？日本語の雑誌が欲しいんだ。ファッション雑誌。へえ、いいね。駅前の本屋に行こうか。そこ大きい？この町で一番大きいよ。よかった。漢字は大丈夫？写真は見るけど漢字は難しいよ。わからない漢字があったら教えてあげるよ。ありがとう。春は優しいね。じゃあそろそろ行こうか。お腹いっぱい。レジに行こう。ありがとうございます。ごちそうさまでした。お会計はご一緒でよろしいですか？別々でお願いします。はい、別々ですね。抹茶パフェのお客様、900円です。はい、これでお願いします。1000円お預かりします。100円のお返しです。ありがとうございます。アイス抹茶ラテとお団子のお客様。はい。ラテが500円、お団子が300円で合計800円です。はい、800円です。ちょうどお預かりします。あ、お団子は僕が払うよ。一緒に食べたから。いいの？いいよ。誘ったのは僕だから。ありがとう、春。ごちそうさま。ありがとうございました。外に出るとやっぱり暑いね。でも冷たいものを食べたから元気だよ。それはよかった。あのカフェ、また行きたいな。また行こう。次は冬に行くのもいいね。冬？冬は暖かいおしるこがあるよ。おしるこ？聞いたことない。温かいあんこのスープだよ。へえ、楽しみ。じゃあ駅前の本屋に行こう。レッツゴー。
お疲れ様でした。音読やシャドーイングを行うとさらに学習効果が高まります。ぜひ繰り返し聞いて練習してくださいね。アウトプットの場としてぜひこのチャンネルのコメント欄を使ってください。それでは次回の動画でお会いしましょう。